続いてお送りするコーナーはこちら、スマッシュウッチーに質問連打。イエイイエイイエイ、やってまいりました。今日のメインディッシュ、はい、楽しみでしたこれ。しがらき役の内山君に時間の限り質問を浴びせて出がらしにしようというコーナーです。出がらしなるほど、ありがとうございます。出がらしリスナーの皆さんからいただいたアイデアをもとにヒロアカについて、そしてご自身についてもたくさん質問を浴びせていくので答えていってください。頑張ります意気込み、はい、いやというわけでね、早速準備はよろしいですか、うち。はいすごいな、全然ブレないな。もう宇宙はマイペースだから揺れないぜ、じゃあというわけで参りましょう。スマッシュウッチーに質問連打。第1問、1年 A 組で気になるキャラは？青山くん。第2問、しがらきのキャラデザインを見た第一印象は？手。第3問、使ってみたい個性は？なんか時間操る系ざっくりしてる。第4問、最近の趣味は？これは数読です。第5問、かっこいいと思うヒーローは？ホークス。第6問、ヒロアカで印象的なセリフは？ホークスのエンデバーさんっていうやつめちゃめちゃ言ってるから気になる。第7問、最近ハッピーだったことは？ない第8問、今食べたいものは？今、いや酢の物今は別にいいなんだろうじゃあお寿司で。お寿司、はい、第9問、はい、サイドキックになるならどのプロヒーロー？じゃあホークス。じゃあ第10問、7期で大変だったなと思ったシーンは？いやこれは全部よ本当。ノブさんバトンタッチ。 OK。 第11問、友達になるならどのキャラ？しがらきになってあげたい。しがらきね、そうね。第12問、普段のリフレッシュ方法は？こう湯船にちゃんと浸かること。ああ、いいね第13問、7期のアフレコで印象に残っていることは？これはね、大輝くんごめんなさいっていう件。何それ第14問、今年の個人的なビッグニュースは？いやないな。ない2つ目のない。第15問、コンビニでつい買ってしまうものは？ルイボスティー。そうなんだルイボスティーだ。第16問、本は紙派デジタル派？デジタル派。第17問、長距離移動中は何をして過ごす？映画かな。まあそうね、飛行機とかは確かに映画好きだもんね。第18問、ファイナルシーズンへの意気込みは？意気込み、いやまあ頑張るとしか言えないよね。もうまあでも今いい流れで来てるんで大丈夫だと思います。大丈夫だと思う。第19問、しがらきに一言声をかけるなら？しがらき今声かけられなさそうだもんな確かにデクぐらいしかアプローチできなさそうだもんな。まあとりあえずちょっと休んでほしい。休んで、お疲れ様、お疲れって、お疲れというわけで、第20問、堀越康平先生に一言。いやこれもお疲れ様でした同じね。はい、終了。じゃあさらっていきましょうよ。全20問をね、答えていただきましたね。やっていただきましたけど、前半戦ちょっと気になる部分はございましたかね？まずね、1年 A 組で気になるキャラ、青山くんなのよ。そう、青山くんは、7期関係なく最初から気になってて、面白いキャラだなと思ったんだけど、そんな設定あると思わないじゃん。裏にね、実はそうなんですよ。びっくりよね。びっくりするよね、本当に。でもギャグキャラだと思ったのにね。いやそうなのよ。もちろん個性があるし、それぞれ悩みとかもあるんだろうけど、ちょっとこう面白いシーンが多かったもんだから、全然予想してなかったから、ここでこういうドラマが来るとはっていう驚きで改めて気になるという。なるほどね、確かにそうだよな。上手だなと思ったのはチーズのくだりで一回透かしが入ってんだよね。そう一回ちょっとって思わせてたんだけど、内通者かと思いきや内通じゃなかったっていうパターンをやってるのよ。一回挟んでんだよね。ミスリードというか。
そうあれでねそうか絶対疑わなかったもん。疑わなかった、でもねやっぱりデクをやってる山下デイキさんはですね、はい、ずっとデク VS A 組の時に違和感を感じていたみたいでして、どういうこと？何でしょうか？みんながそれぞれ一言こうデクに向かって帰ってこいっていうね熱いワードをかけてくれる中で、あんなにチーズで仲良くなった青山くんがいないってなって。いなかった？実はいないんですね。どこいたの？原作でも顔が隠れてたりするのよ。見えない場所にいる、別の場所にいるってこと？表情が見えないのよ。表情が見えなく描かれてる。そうだからすごくこうあれ引っかかってたんだ、そこ。引っかかってて、マジか。その視点はなかなかね鋭いよね。鋭い。やっぱデクの目線で見てるから。そうなんですよ。帰ってこいみたいな、そうみんなで撮ったやつね。みんなで撮ったやつも、その後ね桑野くんに聞いたら、すごくこう苦しみながら言ってたっていう、一人だけ。あれみんなが被って多分わからないだろう、声重ねるところか。重ねの青山くんはすごくこう苦しそうに実はあれ入ってるんですって。そうなんですっていうなるほど裏話なんかありました。だから青山くん、じゃあこれ今後も気になるキャラクターですね。今後も気になるね。他にもねいろいろ気になる部分ありましたよね。信楽のキャラデザインを見た第一印象、手って。いや手でしょう。本当に最初僕ヒロアカはオーディションもなくいきなり呼んでもらったんですけど、事務所のマネージャーから今度うちこれのキャラやるからって見せられたのが、こう顔に手があってね、こんなになってるデザインで、確かに、これはどういう声って思って、人ですかってね、そもそもね。表情が見えないっていうのがこんなにこう、声を演じていく中で難しいっていうか、こう自分で決められちゃうっていう自由でもあるし、逆算もできないから表情から逆算してセリフを作るっていうことにもなかなかならないので、序盤はその難しさと自由度で結構こうどうしたもんかなって結構思ってましたね。そうなんだ。そうなんだ。でも全然こうスパンとハマってた気がする。ハマってた気がしますね。だからそのディレクション、最初ねキャラ初めて出てくる新規キャラとかって大体その向こうスタッフ側とかもこうやって吟味してなんか何回かやり直すみたいなことをやるんですけど、信楽に関しては全然なかった気が。そうだったっけ？そうないと思う。なかったと思う。そのままでみたいなまんまだったんだろうね。だからちょっとそこからまたねいろいろキャラデザインも変わったので、そうね、歴史だなって思います。確かに成長するキャラクター共にね。いやで最近の趣味数読なんですか？これマジ本当最近。そんな盛り上がるかなここ。待って、数読ってさ、知らない人もいるかな。一応そうです。9×9 でマスが並んでて、で数字がランダムで並ぶんですけど、一列縦列も1から9が並んで横列も1から9が並ぶんですけど、そのかぶっちゃいけないっていう、1個ずつ入るっていう。1から9が入るんだよね、確定でね。そうで、3×3 のマスも並んでて、その中も1から9が1個ずつじゃないと入れないっていうのがあって、そのルールプラスそのゲーム始まったところで数字がいくつか埋まってるんで、それを頼りに埋めていくっていうゲームなんですけども。いやそうなんだ。そういうの好きなんだ。すごい。あれおじいちゃんしかやってないと思ってた。カチってやって違うよ。すいませんでした。アプリでそうアプリあるんだね。セリフとか練習してて詰まったらすぐ数読やって、一回リセットみたいな。一回リセットして。おもろい。なるほどな。全然上達しないんだよ。そうなんだ。難しい。でも脳を使うのがやっぱ好きなんだね、うち。なんかパズルゲーム定期的にハマる。そうなんだ。いいね、やっぱね。面白い。集中力高まるのかもしれないですね。いつも思うけど、ああいうの作る側の人すげえなって思う。ね。詰将棋とかもね。詰将棋とかもよう作れるなって思う。めっちゃむずい。作れな頭いいんだろうね、やっぱりね。さあ、そして第5問。かっこいいと思うヒーローとか、サイドキックになるのはどのヒーローとかで、ホークスが。なんかね、7
き見てて、でエンデバーのドラマも濃かったし、そのそばに傍らにはホークスがサポートしててみたいなシーンが結構印象的で、その中でホークスが必ずエンデバーさんっていうのが中村雄一さんの声とともにすげえ耳に残るのよ。確かにいい声。そんないちいち4番でもっていうぐらいエンデバーさんって言うわけ。何かが起こると必ず言いますね。もうその人に言うことでしかないだろうっていうことなのに、エンデバーさんって律儀に呼ぶのがなんか面白くて、なんか気になってる。可愛いよね。大好きなんだろうな。大好きなんだよな。絆が強いなと思って。なんかわかる。わかりますね。なんか人の名前呼ぶの。やっぱりいちいち呼ぶのがなんかね、確かに多いかも。そういうシーン。それ気をつけて見てみるとマジで呼んでるから。何回言ったかっていうのを数えて数えたくなるぐらい呼んでるよ。エンデバーさんカウント。エンデバーさんカウントしてほしい。いやすごいなってものがさ、炎、まあエンデバーは炎なわけで個性が。で強欲なわけでホークスが燃えちゃうじゃん。そうだね。フォローするときに必ず自己犠牲しながら助けてて、そこもすごいなって確かに本当にすごいよ。だって羽の量ですよね。どんどんなくなっていくからね。本来相性良くなく見えるのに共闘してるっていうのがね、熱いね。確かに熱い展開だと思いますね。そして第8問が今食べたいものお寿司。これはなんか適当に言いました。適当。なんか何も思い浮かばなかった。酢の物しかなかった。なるほど。ガリはどうですか？だからでもそれはそうです。その酢専門の人じゃないのよ。そうです。ガリもまあ食べますけど。ガリもやっぱ食べる。お寿司食べますよ。お寿司屋さん行ったら。オッケー。ガリが美味しいお寿司屋さんに連れて。いやメインが美味しくあってくれ。いやおもろいな。で10問以降じゃあ定期君気になるところ。そうなんですよ。なんかリフレッシュ方法、湯船に浸かるってもうずっとお風呂好きなんですか？普通よ。ね。でその印象に残っていること。これ謝っとかないと。本当ごめん。本当これはね、何のことですか？どう説明すればいいのかな。何のことでしょう？俺大輝くんが何派っていうの？何派？アニメで、そうね、アニメで事前に原作読むとかじゃなくて台本で展開を知るっていうことを忘れてて、である回のアフレコ俺が終わった後に大輝くんがその回出てなかったんだよね。ある回で出てなくて、大輝くんが多分ナレーションとかで後入りできてて、でそのみんなで話してる中で大輝くんも加わって、いやーかっちゃんあんなことになるなんてねって言って、するっていうからするってあれどうなるんだろうねって今日天気いいねみたいな言うからその瞬間大輝くんの顔が表現して何ってで俺そこで気づいてやばっと思ってごめんって俺がネタバレしたのよ最初。そうなのよ。それが回だったんです。かっちゃんにバーンなる回で心臓ドーンで、そうだからどういうことなんだろうってパニックになったよ。なんでちょうど出てなかったんだろうね。確かにそのシーンいなかった。まだだからデグが駆けつける前のところね。そうだから余計にかっちゃん何みたいな。本当にごめんそれ。かっちゃんが何かしましたみたいな。うちの勝樹が何かちょっとしましたって思ったらそういう感じじゃなかったんで。ある時は本当すみません。いやもう全然もう。なるほど。じゃあ俺意外としてないね。じゃあね。そのなんだろう。分かった上で手前を攻めるんじゃなくて知らずにそう一番怖いの。知らずに一線踏み越えてたのよ。そうこのタイム何の罪もないじゃん。何の罪もないからもう僕も何にも言えなくてみたいな。確かに悪気ないからね。そうなんですよ。悪いですよ。俺言ってないよ。何も言ってないよ俺。いやでもあのシーンはねでかかったね。いや本当びっくりしましたね。そんなこともございました。ありましたね。それは印象的。いやビッグニュースはないと。ないね。ないな。でルイボスティーが好きだと。デジタル派だと。デジタル派。映画を見ていると。映画見るね。いや早いそろそろいいこのコーナー。いやまだもうちょっといける。映画はどういうジャンルを最近は？映画何でもいいですよ。何でもいいですよ。結構重めの映画も好きだもんね。長距離移動中はこれ申し訳ないことに楽しみにしてる映画はそこで見ないようにするし。なるほど。
ちゃんと劇場で見逃してて見たいなと思ってる映画は家でちゃんと 4K とかで見たいし、なるほど。だからなんだろう、そこそこのやつちょっと別に劇場公開前だけどまあ別にかなっていうやつとか、見逃してるけどまあ別にかなみたいなやつを大体見てる。そこそこの。あ、やばい、聞けなくなったじゃんもう。何とか聞けない、見てるとか聞けなくなったじゃんもう。塞がれましたね。そこそこのやつを大体見てる。そこそこのやつ聞けないのよもう。そこのやつ何とか聞けないで。いい映画をちゃんとした環境で見てあげたいんで。まあ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 ね。そう、でもそこで逆にそこそこの期待度だったけど、これ面白いじゃんみたいなのもたまにあるんで、だからなんか見ちゃうね。なるほど。ジャンルは何でも何でも面白い。何でもありなんだ。これめっちゃ好きでとかホラーとか大丈夫？何でも大丈夫。あ、そうなんだ。確かうち何でも、むしろ何だったらこう重めのやつ、その津田さん、見るオーバーホール役の津田さんとよくそういう話してる。津田健さんがあったら何見たとかって聞くね。邦画も見る？ちょいちょい、でもちょっと少なめかな。いろいろ見るんだね。そう、期待してないやつ。いいよな。マジで聞けないのよそれ。聞けない。そこからもうしてないやつ。もう踏み込めないですよね。もう無理だわ。つまんなくてもまあまあかってなれるからね。飛行機は大体。飛行機ね。まあ頑張りますとファイナルシーズン頑張りますね。しがらきに休んでくれと、お疲れ様でしたと先生にも。でもみんなはさ、本、漫画とか紙派、デジタル派はどうなの？俺デジタル派。もうデジタルになっちゃったな。仕事とかはやっぱデジタルにしとかないとね、物量的にもね。結局しかも俺iPad mini なの。ミニ？そうだわ。だから台本とかもやってんの見たな。そう、ドラマ CD とかの台本でそれちっちゃくないってみんなによく言われるっていう。そう文字も超ちっちゃくて。それはどういうこだわりなんですか？こうやっぱずっと持ってると、でかいやつだとやっぱ持ちづらくて。紙に戻ってきなさいよ。紙はなの？紙だよ。うちそういう系紙。めちゃめちゃ分厚いゲームの台本とかも紙で持ってってるよ、今でも。すごい。そうなんだ。そこはデジタルじゃないんだね。検索簡単だよ。検索？そう何ページとか、ここ何ページとか、こっから喋ってるとか、キャラクター名とかポンってやったらピョーンって。そうなんだよね。なんだよ。まあまあまあ。読むのはデジタル派で。まあ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 。漫画はデジタルで結構。そうね。なんか紙でもっと期待みたいなのもない？まあそういう時期もありましたけどね。そうだよね。特典があったらね、みんなもそうだと思うんですけど、やっぱり紙を買ったりするんで、なんか42巻がね、まあ人気でどこにも売ってないと。そんな感じなの？すごいみたい。大人気でございます。買えた人います？本誌の方、本誌の紙の方。この時代にね。買いたいのに買えなかったって言うとどれぐらいいます？すごい。でも買えてんだほとんど。やっぱここなんかなるほど。ちょっといらっしゃる。割とこう意地でも手に入れなければみたいな人が多いかもしれないですよね。強い、みんな強い。ここにいる人たちはみんな手に入るように、持ってない人はぜひこれからも挑み続けてください。チャレンジング精神。そんなでございました。そんなどこかなね。そうですね。堀越康平先生に一言。いや、まあよろしくお伝えください。元気？堀越さん。でもさ、そんな何年連載やってらっしゃったんだっけ、ヒロアカ。それこそ10年。10年連載やって毎週毎週原稿を上げなきゃいけなくて、世界中からどういう結末になるんだろうって思われてる心境ってどんな感じなの？いや、やばいと思う。想像つかないよ、この仕事してて。プレッシャーだと思う、絶対ね。それこそそうでしたよね。でもね、俺ね、ウッチーと先生の相性超いい気がしてて。昔ジャンフェスインデジャパンでご一緒した以来ですね。出てくれてたもんね、最初。書いてくれたもんね、なんか。そうその時以来だな。なんかそれこそ映画をお好きなイメージもあって。そうだよね、絶対話し合う気がする。趣味になんか合う気がする。そんな気がする。勝手なことだけど酢の物も好きなんじゃないかって若干思ってる。勝手だよ、それは勝手だよ。イメージね、これね。イメージね。でもなんかあるよね、イメージ。もしかしたら好きかもしれない。ちょっと2人で酢の物食べてほしいもん。いやいや、酢の物はいいのよ。いいね。ご縁があった。でもぜひなんかちょっと会話してほしいるとこ見たいななんて思いますけれども。ということでね、ウッチーに質問連打させていただきました。以上、スマッシュウッチーに質問連打でした。ありがとうございました。ありがとうございました、ウッチー。